おはようございます。私は今アメリカ合衆国フロリダ州のマイアミにいます。でここにアムトラックマイアミステーションと書いてあります。このアムトラックというのはアメリカ全土に、無数の路線網を要している、いわゆる長距離列車ですね。でそのマイアミの拠点のなる駅がここです。ちょうど今朝の8時ちょっと前で、さっきねこの太陽が上がってきてとてもいい天気、いい空なんですが、今日はこのマイアミステーションからアムトラックに乗ってアメリカ合衆国の首都ワシントン DC まで約もう24時間ぐらいの旅になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。アムトラックのチケットは事前にネットで購入できます。私は2ヶ月半ぐらい前にはもう購入して、このようにメールで送られてくるので、いいチケットで乗車することになります。もうすでに列車が止まっていて、もうお客さんの乗車とかは進んでいるようです。今7時50分で出発が8時10分なんで、あと20分ですね。これがアムトラックです。大きいですよね。結構2階建てで何両あるんだろう。ずーっと向こうの方に車両が続いているんですよね。私が乗るのはカー9811と書いてあるんですが、どこかわかんないのでちょっと聞いてみますか。Here? Right. Remember. Thank you. たまたまもうすぐホームのすぐそこにあったそうです。9811のルーム4。あれ開かねえ。こうか。ルーム4。開いた。自動か。マイアミのあるフロリダ州はアメリカ合衆国東海岸の中でももう一番の南なので、多分この列車はマイアミ発なんですよ。だから多分お客さん今のところこの車両には私しかいませんね。でこの後マイアミを出発してどんどん北上して、で私と降りるワシントン DC まで約23時間何十分で、その後多分ニューヨークまで行くと思います。このアムトラックにはコーチ車両とスリーパー車両っていうのがありまして、コーチ車両がいわゆる普通の座席で、スリーパー車両が日本でいう寝台個室みたいな、そういった感じになります。私のルーム4がここがルーム4ですね。おお、こんな感じです。まだ出発まで10分ほど時間があるので、列車の写真を撮りに外に出てきました。先ほど本当に日が昇ったばかりなので、朝日を浴びて輝くこのアムトラックのなんかゴツゴツした武骨なデザインがとてもかっこいいですね。実は私は以前一度だけこのアムトラックに乗ったことがあります。今回みたいな寝台個室じゃないんですけど、普通の座席で、その時はロサンゼルスからサンディエゴまで、わずか3時間の旅ではありますが、逆にアメリカ合衆国の西海岸、そっちだと夕日がとても綺麗に車窓から見えたので、いい思い出に残っております。今回は個人的には2回目のアムトラックの乗車になります。結構歩いてきましたが、まだ先頭につけません。相当長いですね、アムトラックは。この辺は普通の座席です。普通の座席といってもやっぱり基準がアメリカ人サイズなので、相当座席の幅も広くて快適だった覚えがあります。そしてこれが先頭車両。多分ですけど、このアムトラックは多分ディーゼル車両なので、エンジンの音がかなり大きいですね。この巨大な多分ディーゼル機関車を2両か、これ2両を連結して引っ張るんですね。多分あんまりその鉄道車両のことは詳しくないんで間違ってる可能性もあるんですけど、おそらくこの2両の機関車でこの長大編成を引っ張っているのだと思います。とても頼もしい、かっこいいですよね。アムトラックの迫力が凄まじいです。でホームも日本でも昔の駅はそうだったらしいんですが、このホームの高さが低いので、それもまたなんか外国の鉄道感があって非常に好きです。ちょっとそろそろあと8分ぐらいなので戻っておきます。長いのでね、なんせこれ線路幅はおそらく日本の新幹線と同じ 1435 ミリだと思います。今回私が乗るのはトレイン98。料金なんですけど、アダルトレールフェア、つまり日本でいう乗車券、列車に乗るためのお金が205ドルで、もう一つルームエッテ、ちょっと読み方わかんないんですけど、これが日本の、特急券とか寝台券に位置する料金、これが449ドルの合計654ドルです。恐ろしくて日本円に換算するのはちょっとやめておくんですけど、とにかくだいたい654ドルでこのアムトラックでワシントンまで行くことができます。もちろん料金はその距離によって変動するので、途中で降りるのであればもっと安いし、逆にニューヨークまで行くのであればもう少し高くなります。
そろそろ出発なので自分の部屋に戻ってきました。でさっきからもしかしたらちらっと映ってお気づきかもしれませんが、部屋の中のここのスペース、ただの荷物置きじゃなくてトイレになってます。なのでいちいちトイレに行かなくても自分の部屋で用を足せるというのは非常に便利ですが、パッと見た感じトイレットペーパーはないので、おそらくここでできるのは小便ぐらいですかね。大便は多分ですけどできないと思います。やっぱりこれはトイレティッシュと書いてあるのでトイレットペーパーでした。今回のこのお部屋なんですが、一応座席2つなので多分定員が2名ですね。そうかな、そうだと思います。で夜になったら多分これを、夜というか寝る時になったらもうちょいなんか寝台っぽくなんかベッドみたいにこう倒してみたいなのができると思います。これは後ほど行います。で今回の私のこのスリーパー個室、これよりも1ランクなのか2ランクなのか分かりませんが、上のクラス等級もありまして、多分ですけどこれはこっちかな。多分あの辺とかはもっと上なゴージャスな部屋だと思います。でここにあるのがシャワーですかね。シャワーだ。シャワールームもついてます。大量の水が積んでありますね。やっぱりお客さんは今のところ、ちょいちょいいますけど、こことかも扉閉まってカーテンも閉まってるので多分お客さんが乗ってて、ただこの車両に私含めて3組ぐらいしかまだ乗ってないですね。ここを先に行くとダイニングカー、食堂車みたいなのがあるようです。こういうお部屋もあるんだ。ここはなんかちょっと広いですね。ちょっと狭めのカラオケルームぐらいな広さのお部屋もあったり、ここはここも今の B と同じ感じか。いいな、これも。ここだったら多分 3,4 人ぐらいで乗ったりしたらもそれもそれで多分すごい楽しいと思います。全然気づかなかったけど動き出した。ここはさっき見た巨大なディーゼル機関車とは相当離れてますので、全然エンジン音とかもしなかったですね。知らぬ間に出発していました。帝国通り、この列車はニューヨークに向けてマイアミを出発いたしました。ここのマイアミステーションはおそらくこのアムトラック専用の駅だと思います。マイアミのもっとダウンタウンの市街地の方に行けば別の公共交通機関の駅とかもたくさんあるんですけど、ここはアムトラックだけのようですね。長いですね。結構出発してから経ったのにまだ駅の構内にいますが、そろそろマイアミステーションを出るようです。ここから先はここは食堂車ですね。ちょっとこの辺りは後ほど来るかどうか分かりませんが、後でまた見に行こうと思います。実質に戻ってきました。ちょっと扉を閉めてみますか。こうやってやって鍵をこうか、これどうやってやるんだろう。こうか、なんかこういった感じかで閉めて、あとカーテンもこんな感じか。そしてここの小窓も閉めればもう全然これでプライベートは完全に保たれた感じがしますね。ちょうど朝日が眩しかったのでカーテンもちょうどいいです。アムトラックの車両基地みたいなところでたくさん車両が置かれてます。だいたいちょっとこれで一段落っていった感じですかね。これ結構ここからここか、結構風が強いんで止めらんないのかな。これか。ここ今ハイになっているのをオフにしたら止まりました。空調も各部屋にあるようです。こっちもちょっと止めるか一旦。これをオフにしたら止まります。このライトなんだ。ここでちょっとまだ空が明るいので
あんま分かんないんですけど、一応ライトのオンオフ、あとはもろもろあります。壁の明かりとかシーリングライトとかですね。ここもライトか、一緒か。これはここの明かりとここの明かりのスイッチは多分同じやつです。で、ありがたいことに水が2本あるのと、これはなんだ、これがこれが食堂車のメニューですね。ブレックファストがコンチネンシャルブレックファスト、金額書いてないな。オムレツとかパンケーキとか、ブレックファストはよくあるやつで、ただ金額が書いてないのでよくわかりません。さすがに食べ放題ってことはないと思うんですが、食べ放題だったら嬉しいですけど、もちろんさすがにそんなことはないと思いますが、ちょっと後で聞いてみます。あとはランチと、これがベバレッジーズ、飲み物、バーセレクション、お酒もあります。お酒だけ値段書いてあるんですよ。ビール 6.5 ドルとか、ワイン、グラス8ドルとか、これデザートか。これ無料なのかな。ブレックファースト、ランチ、値段書いてないですもんね。で、お酒はちゃんと書いてある。何かあったらここに連絡してくださいみたいな連絡先と、なんかこれがなんだろう、多分乗車のしおり的な、安全のしおりも兼ねている、読んでおいてくださいねっていうやつです。で、ここにゴミ箱がついてます。これで一通り、ハンガーもあそこにありますね。だいたい見終わったかな。あった、ここにコンセントありました。あとはいろいろついてますね。これはここに蛇口とか水道も通ってるんだ。ほんとすごいな。日本で寝台特急はもう定期列車はサンライズ、出雲号、瀬戸号ぐらいしか残ってなくて、たまに JR 東日本のカシオペアとか、あとはもうクルーズトレインみたいな、私のような人には乗れないようなとんでもない料金の列車があるぐらいで、普通に考えればサンライズぐらいしかないんですけど、アメリカでは毎日このアムトラックがもう至る所全米中を走り回ってるわけですからね。非常に寝台特急の気分を味わいたいという方は、日本でそれ違った。日本でうん十万とか払うよりは、アメリカでこういった非日常を味わうにはぴったりの車両だと思います。もちろんサンライズもとても、私1回しか乗ったことないんですけど、いい車両なんですが、それとはまた違った良さがありますね。今乗組員の方がいらして自己紹介していただいたのと、あとはやっぱりで、このブレックファストとランチはタダみたいです。インクルーデッドチケットって言ってたんで、タダですね。で、食べる場所もさっき見たダイニング車両と、あとはもしくは実質にも持ってきていただけるそうなので、私は今回ちょっととりあえず朝食はお部屋に持ってきていただくことにしました。ランチは、せっかくなんで食堂車で食べようかなと思うんですけど、そうします。すごいですね。ランチブレックファストタダだったら嬉しいなとは言ったんですけど、まさか本当にタダとは思いませんでした。その分結構高いこの寝台車両のチケット払ってるんで、ありがたいですけど、こういう場合多分チップとか渡した方がいいと思うんで、本当にさっきも言ったんですけど、本当に静かなんですよね。結構もうスピードも出してきてるんですが、かなり静かです。ちなみにあまり早くはありませんが Wi-Fi もあります。昨夜泊まったマイアミのホテルが不具合かどうか分かりませんが、全然 Wi-Fi つながらなかったので、つながるだけ全然ありがたいです。で、ちなみに今回このマイアミからワシントンまで乗るんですが、8時10分乗車出発で、到着が翌朝の7時25分予定です。だからほとんど23時間15分、ほぼ丸1日の旅になります。こんなに長時間列車を乗るのはもちろん初めてです。持ってきていただきました。これがコンチネンシャルブレックファストです。いろいろ他にもオートミール、サンドイッチ、あとはヨーグルトとか、どれをつけてどれをつけないとかいろいろ選択があって、今回は多分マフィンとこれサンドイッチとヨーグルト、あとは飲み物でオレンジジュースをもらいました。ミニッツメイド、ちゃんといいやつですね。で、氷もあります。美味しそう。
Do I push this button? Now recording. No, push. Now, already recording. 出発してまだ20分ぐらいしか経ってないんですけど、もう次の駅に止まりましたね。結構停車の間隔は短そうです。いろんな駅に止まりながら遠くの大都市を目指していくような感じでしょうか。ちなみに調べてみたら、この駅ハリウッド駅というそうです。もちろんロサンゼルスのハリウッドとはまた別なんですけど、ハリウッド駅という駅、ここでは見た感じ1人は乗ってくるようですね。で、朝食、なんかあんまりこの部屋台みたいなのがないので、このトイレの上、ここが台になるようです。なんか扉の立て付けが悪くなったらしく、今直してもらってます。OK。 Yeah, thank you。 鍵がかかんなかったんですけど、直してもらいました。今駅を一つ通過しましたので、止まる駅と止まらない駅があるんだ。スピードはだいたい90キロ前後で今走ってます。さっき台みたいなものはあまりないって言ったんですけど、テーブルありました。見れば見るほど新しい発見があるこのアムトラックの車内、これ展開して結構広いですね。なんかチェス盤みたいになってますけど、これで食べ物、ご飯食べたり、あとはパソコンやったりぐらいはできそうですね。今回マイアミからワシントン DC までこのアムトラックに乗車しているわけなんですが、この格好からだいたい推測できる通り、私はワールドベースボールクラシック WBC の準決勝と決勝戦を見るためにマイアミに来ておりました。水圧強すぎて手洗うとめっちゃ跳ねるんですよね、水が。それでここに穴が開いてると思うんですけど、こうやると排水できるという仕組みになっているそうです。面白いですね。私の部屋の扉がちょっと調子悪いらしくて鍵がかかんないんですね、こんな感じで。で、さっきから乗務員さんに試して直せるか試してもらってるんですけど、結局直らなかったらしいので、今からお部屋を移動することになりました。Yeah? This is your attendant. He's gonna take care of you, right? Thank you. 車両移動してますね。My room? Okay. Thank you. 新しい部屋移動してきたんですけど、部屋のスペース的にはあんまり変わらないんですけど、心なしか若干内装が豪華なような感じがします。シートが色が紫っていうか茶色というかで、でも一緒なのかな、さすがに等級的には。ていうか鍵の形式も変わってます、さっきの部屋と。かかった、ちゃんと。扉もさっきの部屋よりいいですもんね。やっぱ少しだけですがグレードアップしましたね。ラッキーです。もう出発して2時間半が経つんですけど、まだこんなところにいます。現在地がここ、マイアミがここで、ディズニーランドで有名なオーランドがこの辺なので、まだフロリダ州の半分も来ていません。本当に広いですね、アメリカって。ちなみにこの新しいお部屋、基本的に部屋の構造とか機能はさっきの部屋と一緒なんですけど、テーブルが少しだけ大きくなってます。少しだけどころじゃないか、2倍ぐらいの広さになってます。あれ、そういえば新しいお部屋あれだな、トイレがないか。トイレが新しい今の部屋にはないので、多分このさっき見た列車内のどこかのトイレを、共用トイレを使うことになります。正直部屋の中にトイレがいるかいらないかって言ったら、よっぽどそんな緊急なことってないですからね。別に
ここにありました。まあ別にいいかなと思います。シャワーもここです。あ、この後ろ貨物室だから、私のいるお部屋は客室の最後尾ですね。だからやっぱ結構位が高いのかな。一番後ろでした。ここにもなんか大量の寝具かな、積まれてます。すごい、かなり後ろの方のお部屋です。自分の部屋のナンバー覚えておかないと。ナンバー8、切符の最初の E チケットのナンバーとは変わってますからね、部屋の番号が。アメリカのコンセントは日本と同じ形なので、日本から持ってきた充電器をそのまま使うことができます。電圧はもしかしたらちょっと違うみたいなんですけど、基本的に現代のこのスマホの充電器とか基本的な電子機器は使うことができます、そのまま。すごいですね、広大な。これ全部畑なのかな、何かを栽培しているような雰囲気はあります。ちなみにこの部屋、外から鍵をかけることはできないので、こうやって走ってるとだんだん開いちゃうんですよね。だから若干心配ではありますが、貴重品は肌身離さず持っておいた方がいいかもしれませんね。ただアムトラックも基本的に治安はすごいいいんで、もちろんチケットが高額だからその分治安がいいので、そういう変な心配はあまり必要ないと思いますが、油断はしない方がいいということで、貴重品だけは持っておきましょう。これは鍵のかけ方がわからない。ただトイレは綺麗です。普通に日本の特急車両とか新幹線みたいな感じで綺麗です。鍵はこれ強めにこうやれば閉まりました。こっちか。若干開いちゃってます。1時30分になったので食堂車へ行ってきます。なんか11時半か12時半か1時半かどれがいいですかって言われて、自分で時間を選べました。これもうちょい本当に鍵を外から鍵をかける仕組みがあった方がいいのになって思いますよね。サンライズとかだとあるんですけど、今ここ多分まだフロリダ州だと思うんですけど、まだあったかいですね。これからだんだん北へ行くにつれて気温が下がっていくのも面白いと思います。ここが食堂車です。さっきもちょっと見ました。そういや結構空いてますね。あちらが調理場になっているらしく、ランチをいただいてきました。朝ごはんと同じようにボックスに入っていますね。飛行機の機内食みたいな感じでアルミのなんか封がしてあります。でなんかどれだろうな、この下のやつか、これがあったかいので上に乗ってたバターが溶けてドロドロになっちゃってます。だからあそこにティッシュとかコーヒーのシュガーとか置いてあるので、それで拭かなきゃいけないんですけど、ランチも何種類からか選べるようになっていて、私はなんかこのビーフなんとかってやつを選びました。お肉美味しそうですよね。あとサラダとパン、あとこれはコーヒーですね。これも事前に頼んでおきました。デザートもなんか事前になんとかケーキとブラウニー選べるようになっていたので、私はブラウニーにしました。ビーフめっちゃホロホロです。この流れるアメリカの車窓を見ながらのランチ、最高すぎます。ちょっと少ないかもしれませんがチップを置いていきます。 Thank you。今また乗務員さんが訪ねてきてくれて、ディナーのメニューを聞かれました。でディナーどこにあるのかなと思ったんですけど、ここランチ&ディナーなので、ランチと同じ選択肢の中からディナーを選ぶそうです。さすがにお昼のビーフ美味しかったですけど、ディナーは別のものにしておきました。時間も5時半6時半7時半で選べて、ちょっとまだお腹いっぱいですし、あと昨日の夜ご飯で食べたピザをちょっと持ち帰りで持ってきてあるので、一応一番遅い7時半にしました。で今ちょうどGoogle マップで明日到着した後のワシントン DC での予定とかをいろいろ考えてます。列車はそろそろフロリダ州で最大の人口を要するジャクソンビルという町に到着するそうです。
ちなみにもう出発から9時間近く経ってまだフロリダ州にいます。フロリダ州一つでどんだけでかいんだって感じがしますが、9時間でこれぐらい走ってきたわけです。今まだワシントンが多分これなんで、まだあと4倍3倍ぐらい、 2.5 倍、そんぐらい走る必要があります。How long is this train? Stop? How long? 10 minutes? Okay. Thank you. ここがフロリダ州人口最大の都市ジャクソンビルのアムトラックステーションです。10分停車するらしいので、ちょっと外の空気を吸いに出てきました。まだ全然この辺暖かいですね。フロリダ州はアメリカ合衆国の中でも、最も南に位置する州の一つです。もう9時間も乗ってるんだなこれ。でも全然そんな過酷じゃないし、むしろ居心地がいいので、今のところあっという間ですね。さっき先頭は行ったんですけど、最後尾はまだ見てなかったので、今のうちに見ていきましょう。ちょうど荷物の積み下ろしをしています。最後尾はこんな感じで、まだ後ろにもつなげられるような連結面のあるような壁になってます。だってホームがまだこんだけ長いですからね。余裕はまだまだあります。このアムトラック、前にアメリカ合衆国旅行した時にさっきもすれ違ったんですけど、貨物列車を見たことがあって、それがもう相当長くて、多分長さ何キロもあるような、そういう長大連結の車両もアメリカでは走行可能なようです。ちなみにアムトラックの車内も日本と同じように禁煙なので、あちらの緑の服を着た男性はこの途中停車駅でタバコ休憩をしています。午後6時になり、いい感じに日が落ちてきました。綺麗な夕日が見えそうですね今日は。ちなみに現在地はこの辺りで、ようやくフロリダ州を抜けジョージア州に入りました。現在午後6時56分です。もうだいぶ日が落ちてきて、なんかね、今駅に止まってるんですけど、乗務員さんに聞いたらこの駅では10分間の停車はないみたいなんで、せっかくだったらこの夕日で照らされるアムトラックを見たかったんですけど、ちょっとここでは降りれなそうですね。この駅には停車はしているのに扉を開けないのはなぜなんでしょうか。理由は分かりませんが、ただこうしてもう二度と来ることはないであろうアメリカの見知らぬ街をこうして眺めているだけでも、鉄道の長距離旅の醍醐味として非常に楽しいです。車内も夕日に照らされてオレンジ色ですごく綺麗になってます。おー、綺麗。やっぱこの水面に反射している夕日が綺麗で一番好きですね。この列車2度目の食事、今日の夕食です。夜ご飯はサーモンにしました。久しぶりに鮭を食べます。あとはなんかお米もついてますね。西側はまだ明るいんですけど、東側はもうだいぶ暗くなってきて、もう食堂車もいい感じの雰囲気になってきました。久しぶりの停車です。ここはサバンナステーションというそうです。ここもまだジョージア州の街で結構乗り降りがありました。もうすっかり暗くなって、ちょっとやっぱりね、沿線の木が多くて、あんまり夕日とかその沈んだ後の空の移り変わりとか、そんな思ってたよりは綺麗に見えなかったですね。西の空は若干木の合間からオレンジに染まっている様子が見ることができますか。ちょっとやっぱりあんま綺麗な空は想像よりは見えなかったですね。でもなんかこのなんていうんです、紫と青の間ぐらいの、こんぐらいの空の色も美しいです。あとこのアムトラックの車両とかっこいいですね。ちなみに今更ですが、ここは完全な個室というわけではなく、一応この上がね開いてて、あれ違うわ、上開いてないや。なんか
あ、ここ物置になってんだ。ここが普通にネットカフェみたいに上が開いてんのかと思ったら、そういうわけでもないんだ。でもそれにしてはやけに音漏れがするんですけど、たまたま隣の人の音量がでかいだけか、再生してる機械の完全な個室でしたね。個室じゃないと思ってた。ジョージア州を出てサウスカロライナ州に入りました。今サウスカロライナ州のイエマシーという町の駅に泊まっているそうなんですけど、部屋の明かり消してみて外見たら全く何も見えない。真っ暗すぎる。アメリカってやっぱ大きい都市はすごい大きいですけど、ちょっと地方とか行くと本当に何もない真っ暗って感じですね。まあそもそもアムトラックの駅があんまり街の中心にないっていうのもありますけど、駅の前に明かりを発している建物が2つだけっていう、本当に何もないんですね。っていうかこれが駅か。じゃあ駅以外には明かりを発している建物1個しかないですね。もう夜9時過ぎたのでぼちぼちシャワーに行こうと思います。シャワーは24時間いつでも使っていて、さっき乗務員さんに教えていただきました。で、ここにタオル類があるので石鹸もついてますね。ありがたいです。シャンプーとコンディショナーはマイアミで泊まったホテルからもらってきたやつがあるのでそれでいいでしょう。これがちっちゃいタオルと、これが大きいバスタオルかな。いやこれただシャワーが見たところこの車両に1個しかないので空いてるかどうかっていう問題ですよね。まあ、とりあえず行ってみますか。アムトラックの車内は例えばトイレだとここにランプがあって、どっちか忘れましたが、点灯してると中に人がいるってことなんですよ。でシャワールームにもランプがあってついてないので多分今空いてると思います。誰もいないですね。こんな感じになってます。まあ普通に清潔ですよね。私がシャワーを浴びるタイミングが遅かったのかどうかわかんないんですけど、めっちゃちょろちょろっとしか出ないし、しかも全然あったかくないんですよね。お湯が出ない。なんかぬるま湯でもないな、ぬる水ぐらいの温度の水が出るだけで、ちょっとこれは正直結構きついですね。もうちょい早く浴びればもうちゃんとしたお湯が出たのかもしれないんですけど、まあこれは頑張って浴びるしかないです。結局もうシャワーが全然ダメで、さすがにあれで浴びるのはしんどいので、顔とかあと最低限のとこだけ洗って出てきました。でもう歯磨いて寝る準備をします。それではやり方は全然理解できていませんが、信頼を展開してみようと思います。まずは多分この下のレバーを押してよいしょ。YouTube にアムトラックの寝台の動画が上がってて、ベッドのこの展開の仕方があるんですけど、やっぱ相当力ずくでやらないと無理みたいですね。めっちゃ力かかります。これ途中までやったらここを上からこんな感じでできました。そしたら次に上にあった寝具を下ろすそうです。これがレバー回すと降りてきます。だからこれで取るのか。あ、これあれか、上もベッドになるから、まあ、2段ベッドみたいな感じで使えるってことだと思います。多分これが掛け布団みたいです。この大きいのが敷布団です。ほらこんな感じで上も上でベッドになっています。だから布団が2人分あるんですね。まあ2人で泊まったらすごい楽しそうです。ロゴ入りの毛布、ベッドメイキング完成しました。ただ説明書とか説明が特にないので、自分で YouTube とかを見て
参考にしてやるしかないですね、多分。で、あと結構力がいるので、多分全部で15分ぐらいかかったと思います。でも意外としっかりした作りですよね。思ってたよりマットもふかふか。ただ1個難点として、ここ飲み物とか置くここが1階部分だとちょっと邪魔かなって思います。2階はそんなことないのかな。ただこれを回して降りてくるエレベーターみたいな仕組みは結構かっこいいですね。現在地はサウスカロライナ州の半分ぐらいを来たところですね。まだなんかマイアミからワシントンのこう地図見るとここからここまで半分ぐらいしか来てないような感じがするんですが、もう時間的にはだいぶあと残り8時間9時間ぐらいで着くので、もう折り返してるはずなんですけど、距離的にはまだ半分ぐらい残ってますね。でこのライト消すともう結構ちゃんと個室の中真っ暗になるんですが、外は相変わらず外も真っ暗です。今夜の10時半で、帝国通りであれば明日の朝7時20分ぐらいにはワシントン DC に着くので、6時に起きるとして、7時間半か、十分寝れますね。結構狭いです、やっぱりこれがあるとね。ということでこれベッドから落ちないように気をつけて寝たいと思います。それではおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。今朝の6時18分です。正直寝心地はあんまり良くはなかったんですけど、いろんな夢が見えたので良かったです。あと1時間ぐらいでも着くので準備していこうと思います。今この辺りを走行しています。バージニア州ですね。バージニア県立商店のところでしょうか。あと35分ぐらいで到着なんですけど、ちょっと東側の空を見に行きましょう。日の出はあと15分後ぐらいなんで、だんだん空が明るくなってると思います。うわ綺麗。これはポトマック川かな。これ海かと思ったんですけど、 Google マップを見てみたらポトマック川といって、ワシントン DC の街中にも流れているとても大きな川です。本日のワシントン DC の天気は降水確率 100% で雨だそうです。だからやっぱりご覧の通り雲が多くて、あんまり綺麗な朝日の出はちょっと見れなさそうですね。ついに日が昇ったのが見えました。この列車はワシントン DC が終点ではないので、もう急いで降りるために荷物はもうまとめておきました。でちょっと多分少ないですけど、2ドルを、チップとして置いておきます。ありがとうございました。いやーなんか本当に名残惜しいな。23時間ぐらい乗ってたんですけど、割とあっという間でしたね。またなんか今度は例えばロサンゼルスから東海岸西海岸の行き来も多分トラックでできるんですよ。だから多分今度はもっと長距離の路線にも乗ってみたいなと思います。でちなみに多分ね、ここにコーヒーマシンがあって、これをずうずうしいですけど最後までいただいていきます。この列車少し遅れてるみたいで、もうすでに到着予定時刻の7時25分を過ぎて7時半なんですが、 DC の前にもう一個まだ止まる駅があるとのことなので、これかな、違うか、これは通過してる、これはアムトラックの駅ではないのかな。なので一旦部屋に引き上げてきました。
横浜、お出口は左側です。横須賀線、根岸線、横浜線、京急線、東急東横線。このアメリカの車窓に日本の列車の車内放送を流すと日本の鉄道っぽくなるっていう遊びをして待ってます。今さっきも見たポトマック川を渡ります。これを渡るとバージニア州から、ワシントン DC、つまりコロンビア特別区に入るわけです。相変わらず川幅が広いですね。そしてもうこの川を渡るともうワシントン DC のいわゆる主要な観光地と言っていいのか分かんないですけど、なんか歴史的な記念の建物とか石碑とかが集まっているエリアがもう川を渡ったすぐのところにあります。でちなみにここ一番右のところビョインと細長いのが立っているのが見えると思うんですけど、これも有名な、ワシントン記念塔というやつです。詳しくはワシントン DC の動画もまた別で出すので、もしよろしければご覧いただけると嬉しいです。ご覧、いただきください。桜がもう車内からでも見えますね。ちょうど私の今ワシントンに来てる3月の20何日ぐらいは毎年桜の見頃だそうです。ワシントンは現在のワシントン DC の気温が15度。今日はご覧の通り天気が悪いとはいえ、昨日のマイアミは25度ぐらいはあったのかな。だからマイアミからワシントンまで約24時間北上して気温が10度も下がりました。そして、DC のユニオンステーションに到着しました。今8時17分なので定刻より、1時間弱遅れての到着になりました。こんだけ長距離走るんだから多少の遅れは Thank you。 いやー寒い。隣に止まってるこちらの列車もかっこいいですね。アメリカの鉄道はなんかこのゴツゴツした金属むき出しの感じがすごいかっこいいです。こっちが私の乗ってきたアムトラックの車両で、なんか左側はバージニアレールウェイエクスプレスって書いてあって、また別の鉄道会社のようなんですけど、車体がすごい高い。これ今私の目線と同じぐらいの高さなんですけど、それでようやく1階のこの座席の部分、右側の車両と比べてもなんか 1.25 倍ぐらい大きいです。こっちはバージニアレールウェイエクスプレスと思ったら、なんかまた別の方向から来て、これ連結するのかな。連結はしないか。これ連結面ないですもんね。だから多分ぶつからないように慎重に。すごい音、すごいな。こんなギリギリのところにホームが多分あんまりないのかな。同じホームに2つの巨大列車が並んで止まってます。こっちもバージニアエクスプレスって書いてありますね。座席は見た感じこんな感じです。おお、なんかすごい放水してる。これは綺麗な水なのか汚い水なのかちょっと分かりませんが、でも臭くないから別に下水ってわけではないのか。さすがに下水を放出するならこんな駅でやるわけがないですもんね。ということで、ワシントン DC のユニオンステーション着いたんですけど、もうなんかいろいろ面白いものが多くて、なかなかホームから離れるのが惜しいですが、ちょっとぼちぼち出ようと思います。こういうの、ここもいいな。なんか思ってたより質素な感じがします。これがさっきあった巨大なバージニアレールウェイエクスプレス。この場合バージニアエクスプレスはユニオンが終点、ワシントンが終点で、さっき通ってきたバージニア州の方に路線が伸びているようです。こっちがあれか、ユニオンステーションの多分メインの方だと思います。さっきのはあくまでもアムトラックとかバージニアエクスプレスに乗る専用のなんか待合所みたいな感じだったんですね。こっちは普通にお店とかもありますし、
人も賑わっております。今日は金曜日のまだ朝8時半だから、ちょうどそれこそ通勤ラッシュとかそういう時間なんじゃないでしょうか。すごい構造、立派な駅舎ですね。ユニオンステーションと名が付くところは、大体どの町の駅もどの町のユニオンステーションもだいぶ立派ですが、ワシントン DC もかなりすごいです。よいしょ。やっぱ寒いな、ワシントンはマイアミに比べると。アメリカのタクシーって黄色いイメージがあるんですけど、ワシントンのタクシーは赤いです。はい、ということで今回はマイアミからワシントン DC までアムトラック約24時間の旅でした。私のスリーパーシートはやっぱり横になって寝れるのでだいぶ快適でしたね。もちろんベッドとしては正直寝心地はそんないい方ではないんですけど、狭かったりね、揺れもあるので、ただやっぱり横になることでだいぶぐっすりというかちゃんと寝ることができた。普通の座席だとなかなかお尻とかもしんどいと思うので、そういった意味では非常に素晴らしい。何よりも日本ではもうほぼないサンライズ号ぐらいしかない寝台特急に乗れたっていうのは非常に楽しかったです。でアムトラックは路線が、今回のマイアミからニューヨーク行きとか以外にもいろいろ東西南北いろいろ路線があるので、今後もいろいろ乗っていきたいなと思います。ということでワシントン DC 寒いのでそろそろ失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。